トランス男性としてゴーゴーダンサーとは何ですか？はい、じゃあこっちちょっと向いてもらって。はい、正一と申します。36歳です。今はゴーゴーダンサーをやってます。トランスジェンダーであることをカミングアウトしたのはいつですか？カミングアウトしたのは高校2年生の時に初めて、お母さんと友達と保健室の先生にカミングアウトしました。ゴーゴーダンサーとは何ですか？ゴーゴーダンサーとは、主に派手な衣装だったりとか、ちょっとセクシーな格好をして、主にクラブとかイベントで、踊る、会場を盛り上げる職業のことです。僕の場合ゴーゴーダンサーって言ってるんですけど、ゴーゴーボーイとかゴーゴーガールっていう言い方もあるんですが、僕はあんまりジェンダーに、こう縛られたくないのでゴーゴーダンサーっていうふうに言ってます。実はゴーゴーダンスにはこれといった決まったダンススタイルやルールがあるわけではありません。セクシーなスタイルでもそうでなくてもダンサーは自分らしいスタイルで自由に踊ります。最も重要なのはパーティーや会場を視覚的に盛り上げ、エネルギーや華やかさを加えることです。ゴーゴーという言葉は豊富にたくさんという意味を持つフランス語のエイゴーゴーに由来するとされています。ゴーゴーダンスは1960年代フランスのバーウイスキーエイゴーゴーで登場したのが始まりとされています。その後アメリカへ渡ったことで一気に人気が広がりました。当初のアメリカでは8000人以上のゴーゴーダンサーが活動していたとも記録されています。当初ゴーゴーダンサーは女性が中心でしたが、やがてゲイクラブでもこのスタイルが取り入れられ、男性ダンサーも登場、ゴーゴーボーイと呼ばれるようになりました。ダンサーたちは観客からよく見えるようにテーブルやキューブ型の台、吊り下げられたケージなど高い場所で踊ることが一般的でした。ゴーゴーダンスというと露出の多い衣装やセクシーなダンス、ストリップをイメージする人もいるかもしれません。しかしゴーゴーダンサーとストリッパーは本来は別のものです。ゴーゴーダンサーは基本的にダンスそのものを見せ、会場の雰囲気を盛り上げることが目的です。トップレスや全裸になることは一般的ではありません。一方、ストリップダンサーのパフォーマンスは脱衣やヌード、官能性そのものが重要な要素となっています。いつからゴーゴーダンサーを始めましたか？ゴーゴーダンサーを始めたのは約3年前ぐらいで、アーティスト、日本のアーティストで浜崎あゆみさんという方がいて、その方の、バックダンサーというかゴーゴーで出演してくれないかっていうのが最初のきっかけでした。でその時は僕はただ筋トレをしていて、で、トランスジェンダーとして、オープンに活動してるっていうだけだったんですけど、そこで踊れるっていうのも含めて出させていただいたのが初めてで、その半年後ぐらいに2丁目のクラブとかイベントとかに呼ばれるようになって、今はそのまま継続して出てるっていう感じになります。カミングアウトしていないトランス男性たちに何かアドバイスなどありますか？だからカミングアウトすることが正解だとは思ってないので、自分がしたい時にカミングアウトすればいいかなと思っていて、それは例えば、今日なのか明日なのか1年後5年後10年後、それは自分のペースでいいと思っていて、それと同時に大事なのが無理をしない、家族だからしなくちゃいけないとか親友だからしなくちゃいけないとかそういうわけではないと思っているので、だから自分カミングアウトっていう言葉っていうよりかは、ただ自分の本当の存在を伝えるっていうところ、そこが一番大事だと思うので、あくまでも自分らしさっていうところをどんどん見つけていって、それを伝えるっていうことをしてもらえたら少しは落ち着くのかなと思います。ご家族にカミングアウトはしていますか？はい、しました。お母さんは高校2年生の時、お父さんは19歳の時にカミングアウトをしました。日本でホルモン治療を受けたり手術を受けたりしましたか？そしてそれはどのような感じでしたか？はい、ホルモン治療は僕18歳からやっていて、で僕は田舎に住んでたので、本当に病院がホルモン注射を打てる病院が本当なくて、
50件ぐらい電話をしていろんな病院に。でそれでやっと、ホルモン注射を受けれるようになって、今は月に1回ホルモン注射をしてるんですけど、でその性別適合手術は20歳の時にタイのヤンヒー病院っていうところで性別適合手術を受けて、で戸籍も全部男性に変えてる状態なんですけど、男性ホルモン注射は絶対に月に1回は僕の場合打たなくちゃいけないので、それは今東京でいっぱい病院があるから、そんな50件も電話しなくてもよくて、でそれで今は治療をずっと続けてます。ゴーゴーダンサーになりたいと思っている人に対してどのようなアドバイスをすることができますか？はい、ゴーゴーダンサーになりたい人、僕は言ってまだ3年なのでそこまでアドバイスはできないですけど、僕はダンスを中学2年生ぐらいからやってて、それを踏まえてアドバイスさせていただくと、なんか踊れるとか筋肉をつけるとかそういうのも大事なんですが、どちらかというと人を楽しませてあげたりとか、あとは時間を守るとか、そういった基礎的な部分というか、挨拶をするとか、そういうところをまず大事にした上でパフォーマンス力を強くしたりとか、あと目線をちゃんとお客さんに合わせてあげたりとか、例えばじゃあハグをするにしても、したい人としたくない人とかもいると思うので、その辺もちゃんと空気を読むというか、そういうのをした方がいいと思うので、まずは人としてっていう部分から磨くっていうところをした方がいいかなとは思います。現在の日本ではゴーゴーダンサーは主にナイトクラブやバーなどで見ることができます。露出の多い衣装を身につけることもありますが、基本的には全裸になることはありません。特に LGBTQ+ のナイトライフにおいては、ゴーゴーダンサーはクラブの雰囲気を盛り上げる重要な存在の一つとなっています。彼女たちは露出度の高い衣装を着ていますが、全裸になることはなく、その目的は依然としてお客さんを楽しませることにあります。トランス男性として日本の将来がどのようになったらいいなと思いますか？そうですね、将来はトランスジェンダー男性っていうのが特別視されないようになったら嬉しいなと思っていて、本当に男性の中の一つというか、なんかこういうスペシャルみたいなところじゃなくて、ベーシックノーマルみたいな、なんかそういう風な存在になればいいなと思っています。なので、将来的にはなんか子どもたちとかがトランスジェンダーだとか、ゲイだとかレズビアンだとかっていうので悩まない未来になればいいなって思ってます。ジャパンゲイガイドと翔一でした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次にインタビューしてもらいたい人もぜひコメントで教えてください。ありがとうございました。またね。